不動産屋さんの怪談です。これは私の妹の恐ろしい海外での体験談です。日本でも似たようなことはありますので、特に一人暮らしの方はぜひ聞いてください。今から35年ぐらい前のニュージーランドに妹が住んでいた頃の話です。当時妹はまだ独身でしたが、ある理由から一人で郊外の大きな一軒家に住んでいました。1年ぐらいは住んでいたのですが、さすがに一人で一軒家は広すぎるということで、その家を売りに出すことにしました。そこで地元の不動産屋さんに相談し、早速買い手を探すため、その家を毎週末オープンハウスにしました。時間を決めて一般に公開し、来た人には中を自由に見てもらう集客方法で、ニュージーランドや欧米では今でもとても一般的です。そのオープンハウスを2回ほど行った後のことでした。それは平日の夜だったそうです。妹は町で友人と夕食を食べて9時半ごろに帰宅しました。戻ってからすぐ妹はキッチンに行き、水を一杯飲み、そのまま2階の寝室に行きました。その2階に向かう階段を上っている時に、妹は変な胸騒ぎがしてきたそうです。寝室に入って着替えた後も、雨雲が押し寄せてくるような、何とも言えない胸騒ぎがしていました。その胸騒ぎもだんだん強くなっていき、何か自分にとても危険なことが起こりそうな嫌な予感に変わっていったそうです。ベッドに腰掛けしばらく休んでいても、その嫌な予感は収まりません。それで夜の10時ぐらいでしたが、別の友人に2階の寝室から電話して、なんかすごく嫌な予感がする。私に何かとんでもない嫌なことが起こるような気がする。と話したそうです。友人は、気のせいだから大丈夫大丈夫。明日ランチでも食べに行こう。と言ってくれたそうです。確かに何の根拠もない胸騒ぎでした。気にしないでいようと思い、電話を切ってから寝室でテレビを20分ほど見ていました。そしてその後、ベッドに入り雑誌を読んでいたそうです。すると突然部屋の電気がパッと消えたのです。それで最初は停電だと思ったそうです。なぜなら当時のニュージーランドでは停電はそんなに珍しいことではありませんでした。でもすぐ妙なことに気がつきました。外の道の明かりはついているのです。あれ？おかしいな。なんでうちの電気だけ消えたんだろう。と思ったと同時に、かすかにギッギッという床がきしむような音が1階から聞こえたのです。まさか誰かが階段を上ってきてる？と思った時は手遅れで、もうドアの向こう側から、はぁ、はぁ、という男の息遣いが聞こえてきました。妹は、やだ、誰かが家に入ってきた、と恐怖でパニックになりました。携帯から救急発信なんてできない時代でしたから、固定電話から警察に知らせる時間なんてありません。妹は頭が真っ白になり、とっさにベッドから起きて急いでドアに駆け寄り、その何者かが入ってこないように両手でドアを押さえたそうです。ドアを押さえても華奢な妹は当然男の力には押し負けてしまい、ドアがバンと開いてしまいました。その途端、男は妹の口に薬品の匂いがする布を押し付けてきました。それで妹は意識が朦朧としてその場に倒れたそうです。その時妹は、今日は私の最後の日になるんだなと、この後殺されることを覚悟したそうです。するとその時です。妹は朦朧としながらも意識はあったので、家の敷地内を車のライトが照らすのが分かりました。誰かの車が妹の家のドライブウェイに入ってきたように思いました。すると寝室にいるその男は急に「はっはっはっ」と
慌てふためいたそうです。そして階段を転げ落ちるように逃げていきました。多分裏口から慌てて出て行ったのでしょう。妹はすぐ警察に電話をしました。駆けつけた警官を玄関に迎え入れた時、ほっとしたのか戻してしまったそうです。この後のことは長くなるので割愛しますが、警察はあまりに妹が冷静に聴取を受けたので、事件を偽装した狂言なのかと最初疑ったくらいでした。妹曰く、極限までの恐怖を体験すると脳がショックを和らげるために必要以上に感情が高揚しないようにするというのです。警察の捜査後、もっと怖いことが分かりました。どうやらあの男は1階のゲストルームのドアをこじ開けて侵入したことが分かったのですが、妹が帰宅する前から家の中に潜んでいたそうです。その証拠として1階の部屋の引き出しにしまってあったアメリカからの友人の手紙などを開いて読もうとした形跡がありました。また家の金槌がなくなっており、その男が逃げる時に持って行ったようです。おそらく妹が抵抗したら殺すためか、それは分かりませんが、その金槌で殴るつもりだったのでしょう。ただ妹は抵抗もせず悲鳴も上げず倒れてしまったのが幸いしました。その男は妹が2階に上がったところを見計らって前もって場所を確かめた配電盤のブレーカーを落とし、顔が割れないように真っ暗にして犯行に及ぼうとしたのでした。今となっては強盗か強姦かその両方なのか目的は分かりません。ところであの時家の敷地内のドライブウェイに誰かの車のライトが見えたことで妹はすんでのところを助かったわけですが、実はあの時の車は妹の家に訪ねてきたのではなく、たまたま偶然妹の家のドライブウェイの入り口を借りて方向転換をした車だったそうです。人間はほんの些細な偶然に命を助けられるということですね。でもそもそもなぜこんな事件に妹が巻き込まれたかというと、元凶はあのオープンハウスなのでした。妹の家に入ってきて勝手に見て回れば、若い女性の一人暮らしなのは容易にわかりますし、内部の間取りや電気の配電盤の場所などもわかります。確かに不動産業者は見に来た人全員の連絡先をもらいますが、悪意を持って紛れ込んできた人間なら簡単に見過ごしてしまうでしょう。警察はあの後オープンハウスに来た人全員をチェックしたそうですが、犯人には至らなかったそうです。ところで事件後不思議なことが一つありました。しばらく妹は友人宅に寝泊まりさせてもらい、ちょうど2週間後ぐらいに事件のあった家に戻りました。それで妹はなぜか一度も行ったことのなかった近所の八百屋に買い物に行ったそうです。そのお店の他のお客さんで見たこともない白人の白髪のおばあさんがいたのですが、突然妹に近寄り、聖書の有名な言葉を抜粋した小冊子を差し出してきました。そしてとても優しい声で、これは私には必要ないけど、あなたはいると思うから、と言ってその聖書の小冊子を妹にくれたそうです。たったそれだけのことでした。妹は宗教は全く興味がないので、こんなものをもらってもと思ったそうです。後日私もその聖書の小冊子を見せてもらいましたが、そこには何の宗教団体や教会名が書いてないのでした。ただそこに書いてあるのは、神様はあなたを見捨てないというような内容でした。そのおばあさんが宗教の布教活動をしていたなら、家に訪ねてくるのが普通で、八百屋なんかで小冊子を渡しません。あの事件は当時家の住所や個人情報は一切伏せられて、地方紙には小さく載りましたが、そのおばあさんにとって事件と妹を結びつけられるものは何もないのです。全く見知らぬ老婆で、その後二度と会うことはなかったそうです。不思議ですよね。
最後に妹はこの事件以前は自分には危険なことは起きないと当然のことのように思っていましたが、起きる時はいとも簡単に起きてしまうのだと分かったそうです。この体験の記憶は封印するつもりだったそうですが、一人暮らしの人が増える中、注意喚起の意味を込めて公開してくれました。ご視聴ありがとうございました。